電子書籍端末をポメラみたいに使いたい。こんにちは、トバログです。今回はですね、この間紹介したこのブークス57のネタなんですけども、これなんかすごいね気に入っておりまして、結構ね日常的に本を読んだりとか活用しているんですが、結構いいなと思うのが、キーボードを接続してメモ端末ワープロみたいに使うっていうのがねすごく良くてですね、今回はこんな感じで動画を単体で切り分けて紹介していこうと思います。単純に本を読むだけでもいいんですけど、これ寝る前の思考ツールというか、ベッドに入ってから頭の中を整理したり、そういうのにこの電子書籍端末っていうのがねめちゃくちゃ効いてくるので、これは結構ねハマる人多いんじゃないかなと思います。それでは早速いってみましょう。はい、というわけでこちらが僕がハマって使っているブークス57っていう電子書籍端末ですね。詳しくは前にこんな感じで動画をアップしているので、どういうものなのっていうのはそっちを見てほしいんですけど、簡単に言うと、この e インクペーパー、電子書籍ならではのこういう紙みたいなディスプレイを搭載した Android 搭載タブレットです。これすごいのが、本を読むだけに特化してるのかと思いきや、中身がそのまま Android タブレットなので、いろいろなアプリをダウンロードすることができるんですね。そこがね、いろいろな本のサブスクとか Kindle 以外も使えていいなっていうところで、ちょっとねこれは購入していたんですけど、それ以外にもね結構こういうキープメモとか Notion とか、メモアプリが結構ある程度使えるっていうところが、実際に買ってから驚いたポイントなんですよ。これが結構良くてですね、ちょっと後で詳しく紹介するんですが、例えばこういう感じの持ち歩きしやすいちっちゃいねキーボードと接続して使ったり、あとはいつも使っているこの HHKB Bluetooth が使えるので、Bluetooth でそのままこれと接続をして HHKB 搭載こんな感じのポメラみたいな、そういう雰囲気でね使えるっていうのが、めちゃくちゃいいところなんですね。正直ねこれは iPad でもできるし、手元のねスマートフォン iPhone でも全く同じことができるし、なんならそっちの方がレスポンス快適だったりするんですけど、やっぱりねこの e インク電子書籍のこのディスプレイっていうのが熱いんですよね。これでいつも使っているアプリが使えるっていうのがめちゃくちゃ熱くてですね、これちょっと熱弁させてほしいんですけど、このディスプレイなことによって、例えばキープのメモを表示しても e インクペーパーめちゃくちゃ見やすいんですよね。こんな感じでもう夜な夜なねこういうブログを書いたりもしているんですが、この見やすさ、そして書きやすさ、紙に直接キーボードを使って打ち込んでいる感じがして、すごい心地いいです。これをね具体的なメリットとして落とし込むのは若干難しいところではあるんですけど、結構これいいのが、ベッドの中って結構考え事したりとかアイデアをね思いついたりするんですよ、寝る前に限って。そういう時にとか言ってちょっとねスマートフォン取り出すとすごい眩しいみたいな、輝度が高すぎて、それをね明るさ落としたとしてもやっぱなんとなくね眩しさを感じちゃったりするんですが、これ e インクなことによってかなり自然に、そして眩しすぎずにね見えるっていうのがめっちゃ良くて、こういう組み合わせとかだと本当にいろいろ考えて書いた後に寝る時もねスッと目の周りがねあんまり疲れてない感じがして、そういう時にね主に使うっていう感じです。はい、このねメモに関しては、もちろんねメインの使い方としてはこうやってね Kindle で、活字本を読むっていうのがほとんどの使い方なんですけど、そういう寝る前の専用タブレットとしてもすごくいいなっていうところが、これ気に入ってるポイントですね。でそういうメモツールで言うと、ちょっと前にも多分紹介してるんですが、こういうね折りたたみ式の電子ペーパー、これも電子ペーパー搭載してるんですけど、電子ペーパー搭載ポメラもあるんですよ。でこれもねすごく良くて、個人的にはポメラの中でこれが一番もうポメラっぽくて好きっていう感じなんですけど、これの若干の難点としては、まずバックライトが搭載されていないので、暗いところでね
打ち込みづらいっていうのが一つで、もう一つは、レスポンスが若干こう電子ペーパー搭載であることによって、割と遅いんですよね。そもそもね結構古い端末なので、今の新しい端末と比べるのはちょっとナンセンスかなと思うんですが、こんな感じで、例えばこれで鳥羽常明ですみたいな、若干こうね変換も古い端末なのであんまり良くないみたいなところがあったりして、そこもねちょっとストレスだったりとか、そういうところですかね。あとは一番は自分が使い慣れたこういうキーボードでこう使いたいんだよなみたいなそういう欲があって、ずっとねその思いは持っていたところだったんですけど、これじゃないみたいな、ちょっとこれ電子書籍本を読むために買ってるけどあれこれじゃないみたいな感じですごく使ってみたところ、めちゃくちゃこのポメラ DM30 に近い感覚でこう使えて、そして一番はやっぱね好きなアプリ、クラウドベースで情報が保存できる Google Keep とか Notion とか、そういうねアプリケーションでこのまま打ち込めるっていうところが、このねシステムの一番のメリットっていう感じですかね。あとはもうこの筐体かな、ちょっと話がずれちゃうんですけど、そもそものこのブークスの筐体めちゃくちゃ可愛くて、真っ白でなんかもう紙みたいなんですよ。こういうちっちゃめのねノートを持ち歩いてるかのような感覚で、活字本も読めるしメモもできるしっていう、この後ろもこれテクスチャーこんな感じなんですけど、このザラザラとしたこの風合い、筐体のこの感じがすごく好きで、もう本当にこれを活用したいみたいな。ポメラ DM30 もめちゃくちゃいいんですけど、これはもう終売になってしまったので、今買うなら価格的にもこの組み合わせとかなのかなみたいなところで今撮ってます。さっきから概念の話ばっかなんですけど、実際どういう風に使うのっていうと、例えば Google のね Keep とかを打つとこんな感じでテキストエディターこれで表示できます。結構これねダークモードにしないと夜とかだと眩しくて使えないんですが、この電子書籍当たり前だけどほぼ紙なのでもうめっちゃ見やすいです。はい、今ねこの組み合わせでペアリングしたんですけど、はいこんな風にテキストが普通に打てます。わかります？ちょっとね見づらいかもしれないですけど、レスポンスめっちゃ早いんですよね。これ実際に使ってみていいなと思ったのが、このレスポンスの高さで、こんな風に例えば鳥羽常明みたいにやったとしても、割とねしっかりとこの Google のG ボードが変換してくれるので、なんかサクサクメモが打てるっていう、これがめちゃくちゃいいですね。で結構画面も広いので、こんな感じで例えばブークス57についてメモ端末として使ってみるみたいな、そういうタイトルを打ち込んで、このままねこう普段はこれでメモを取っていますみたいな、こういう感じでもうめっちゃサクサクこの電子書籍端末インクペーパーなんだけど打てるっていうのが本当魅力ですね。で実際あと普通にトバログのこの文字変換とかだと、こっち側はね ABC みたいな感じなんですけど、こっち側はあいうっていう感じで、日本語英語に設定してるんですよ。このキーボード上で設定してるんですけど、それがしっかりとねこれで聞いてくれているので、その辺の変換のねなんか難しさみたいなのもなく、すごく快適なんです。これがやりたかったんだよな。これがやりたかったんです。普通にねベッドサイドのメモツールとしてもそうなんですけど、例えばこんな風に Kindle を読んでる時にみたいな、この考え方すごくいいなとかで、メモしたかったらこっちにねすぐ移動して、そのメモをねこっちに読書メモを残したりとか、あとNotionだと若干ね挙動が
変な時があってですね、時々この変換の時に1文字目がなんか確定しちゃうみたいな、変換せずに確定しちゃうっていうね問題が、ノーション側であったりするので、若干この重さとかそういうのがあるんですが、一応そういうメモアプリ系がねいろいろ使えるっていうところも魅力ですね。オブシディアン試してないけど多分いけると思います。 Android なので。で僕はね結構この HHKB 使うんですが、持ち運び用だと、こういう Gionix48 っていうキーボードを使っていて、これは有線なんですよ。この充電用のポートが Type-C なので、このままバチッと Type-C で打ち込むと、普通にもうこれでもよいしょ、これでもこんな風に入力ができます。これも良くないですか？なんかこのセットアップで普段持ち運んで完結するっていうのもすごくいいなと思っていて、出先ではねカフェとかで使うならスマホでいいじゃんっていう感じなんですが、この電子書籍でねこう使えるっていうのはロマンですね。何回も言うようであれなんですけど、中身は Android なのでキーボードも選ばないんですよ。何でも使える。もう Bluetooth で、例えばこういうこれモノグラフのキーボードなんですけど、こういう風にねコンダクターとかをこういう風に置いて、このままスタンドを使って、これカーソル移動とかも使えるんで Android なのでカーソルも使えて、これでねこのトラックボール使いながらテキストを打ち込むっていうのもこれでできるし、あとは一番手軽なのはこういうキーボードですかね。これとサイズも同じぐらいだし、すごく軽いので、この出先とかベッドサイドでこうやって開いて、トラックパッドでこうカーソルを使いながら、これでなんか思ったことをメモしていくみたいな、 Android ベースなので Android で使えるあらゆるキーボードがこれで使えて、そのままメモツールになる。なんならもうこれソフトウェアキーボードでも結構ね使い勝手良くてですね、こんな感じでソフトウェアキーボードも出るんですが、キーボードを使いたくなくてもこれでもね結構サクサク変なのなっちゃった。フィーリングがないので若干難しいんですが、サクサク打てますみたいな感じで、このソフトウェアキーボードでもある程度 G ボードなので、僕 Android 端末使ってるんですが、普段と同じ環境で目に優しいディスプレイでねメモができるっていうのがねめちゃくちゃ嬉しいですね。そんなにね今回内容はないんですが、このねポメラの DM30 がすごい好きでですね、これはもう廃盤になってしまってメルカリとかで結構高く購入するしかないんですが、今もし DM30 的な感じで使いたいなら、ベッドサイドで暗い場所で使うなら結構この使い方ありなんじゃないかなと思います。ちなみにめちゃくちゃ余談で、最近ハードオフでね500円ぐらいでこのポメラで使われているバッファローのキーボード、すごい多分10年前ぐらいなんですけど、10年前ぐらいのねキーボード買ったんですよ。これなんか昔欲しいなと思ってて、なんかねずっとそんなこと忘れてたんですが、なんか300円ぐらいだったかなで見つけて、ほぼ新品を見つけたので、ちょっとねこれとかは地味にいいんじゃないかなと思います。もうほぼポメラとして使えますね。ガシッと開けて、これすごいわかります？これスタンドが内蔵されています。当時のキーボード結構スタンド内蔵型多かったので、ガシッと開くとこのキーボードポメラのちょっと昔の DM30 より前のねシリーズと同じキーボードを搭載していて、これでスライドをして、これいろいろギミックがすごくてですね、こんな風にタブレット用のスタンドになるっていうのがあるんですけど、ガシャンとやればこれでもうポメラです。もうほぼほぼポメラに一番近いような端末っていう感じなんですが、これでねもうこれほぼほぼポメラ的にこう使えるっていうのがすごく面白いです。ここまでしてポメラ化したいっていう人はいないと思うんですが、なんかねこのキーボード300円ぐらいで見つけてしまったので、これいいよなみたいな。よいしょ。これとこうちょっと重いんですよね、この当時のキーボード。10年前ぐらいのやつなので若干重いんですが、これとこうセットで持ち歩けば
これで実質ポメラ最新の変換のエンジンと、あとクラウドで保存ができるメモアプリとかもろもろが使えるポメラという感じで、この組み合わせはね個人的にはいいなと思っています。このねポメラの DM30 の一番いいところってやっぱね、街はちょっと分厚めなんだけどこのサイズで収まってくれるっていうところだったんですよ。なので出先とかでカフェに行く時にねスッとこの辺に入れて持っていけば、使わない日でも普通にね、使えるっていうのが1個メリットなんですけど、 BOOX Go7 プラスこういうキーボードとかでも結構ね近いような重さと街だったりもするので、よいしょ、こんな感じでこのままね、テキスト書く端末として使えるっていう、そこがいいですね。で、ポメラはめちゃくちゃいいんですよ。なんかもうこれ自体が存在自体がロマンみたいなところがあって、もうすごい好きな端末で縦書きもできるし、小説書いたりとかネットに繋がなくてもなんか思考ツールとしてすごくいいっていうのがね大前提としてあって、それをリスペクトするというか、そのアイデンティティみたいなのをリスペクトしながら、こういう風にこれをね使っていきたいっていう感じですかね。ちなみにこれに関してはスタンドがねないので、こういうやつと使う時には別途ね一応スタンドが必要だったりします。なんですけど多分ねモフトとか、あと市販のねなんかいい感じのタブレット用のスタンド置くやつ、例えば今手元にあるこのね充電器とかみたいにこうやってね立てかけるものとかがあったりするので、割とねそういうの何でも使えるかなとは思ってます。ちょっとちゃんとマグセーフやってないんですけど、この間紹介したこのコンパクトめのマジックスタンドとかも多分こうやってねこういう風にしてつけることができるので、メモツールとしてこういう風に活用するのもいいのかなって感じですかね。はい、という感じで今日はねちょっと地味めなネタだったんですけど、こういう電子書籍端末をポメラ的に使いたいっていう感じのね動画を撮ってみました。最近結構ですね子供の寝かしつけで、こっちに2人両方隣に子供がいるっていう状態で寝かしつけするんですけど、寝静まった後とかに割とね本を読んだりとかちょっとメモしたりとかしたいなっていう時間があるんですよね。そういう時にパソコンだと明るすぎて結構ねなんか子供とかが気になったりもするし、あとはスマホとかでもね明るさが割と結構気になったりもするので、どうしようかなと思ってたところ、この使い方がめちゃくちゃしっくりきて本当に実用性高くね使える感じだったので、今はこれで結構ね寝る前の本を読むツールプラス頭の中で動画ネタが思い浮かんだりとか、なんか考え事したりとかをそういう吐き出すツールとして今は使えています。動画の中でもねお伝えした通り電子書籍のインクペーパーなんだけど、わりかしレスポンスはね早い方だと思うし、変換もしっかりしている、そしてクラウドベースで保存とかもできるっていうところを考えると意外といい使い方なんじゃないかなと思うので、これはぜひ皆さん試してみてほしいなと思います。というわけで今回動画終わりにしようと思います。ぜひ気に入っていただけた方はチャンネル登録と、あといいねボタンとコメントもよろしくお願いします。というわけで次の動画でお会いしましょう。とばログでした。